少しお手伝いをしましょう。梢さんの父は本当に真面目な人間でした。嘘や裏切りを嫌い、事実を切り取ることのできる写真という媒体に心底愛着を感じていました。パパ、今日はどんなお写真を撮ったの？梢はこの間の地震を覚えているか？すごく怖かったよね。あの時建物が壊れたり火事になったりして大変だったろ。そこに住む人たちがね、みんなで頑張って町を元通りにしたんだ。これがその町？綺麗だね。すごいね。でもある時あいつはやっちゃいけないことに手を出した。写真で嘘をついた。人を欺いた。この神聖な暗室を使って。写真を使った嘘。報道写真の捏造です。ねえパパ、これは何をしているの？せい、来るんじゃない。この写真は何？今度は何を？いいからあっちへ行け。その日の父はいつもと人が違っているようでした。父がその時作っていたのは事実をねじ曲げた合成写真でした。無論自主的なものではなく、ある癒着事件をどうしても記事にしたいという雑誌編集部からの強い要請に応えざるを得なかったというだけのことでしたが、父は収入に応えられなかった自分自身に憤りを感じていました。写真はやがてスクープ写真として世に出回り、父を余計に苦しめた。そしてある雨の日、事件は起きた。事件？関係者の自殺です。皮肉にも捏造写真によって本当の事実が浮き彫りとなり、癒着の証明された政府機関は追い詰められて命を絶った。そんな。パパ、どうして地下室に行くの？梢、パパは悪いことをしたんだ。だから地下室で反省しなきゃいけない。パパの心の中で悪魔が暴れたんだ。悪魔が人を傷つけた。だから梢よりちょっと長く地下室でお祈りしてくるからね。何か怖いことが起きたらおばあちゃんに連絡するんだよとパパは言った。何があっても地下室に来ちゃいけないとパパは言った。悲しい優しい目をしてパパは言った。梢、悪いことをしたらいけないよ。いい子にしているんだよとパパは言った。何時間経ってもパパは地下室から上がってこなかった。そして私はまっすぐと地下室へ向かいました。私は階段を必死に駆け下りました。いつもは一人で開けられない重い扉を必死にこじ開けました。暗い暗い闇の中を焼け焦げたような匂いと写真の現像液の匂いが入り混じっていました。私は必死で叫びました。パパ、パパ。それでも何も聞こえてきませんでした。夢中で手を伸ばして暗闇を進む私の手に何かがぶつかりました。それは父でした。父は少し体温を残したまま床に横たわっているようでした。私は父が死んだことを知りました。そして私は自分が地下のもっともっと奥深く深い闇の中に落ちていくのを感じました。もういい、もういいんだ梢。梢さんは7歳の頃、彼女はそれ以来この地下室にこもるようになりました。しかしそんなことを親戚や世間が許すはずもありません。彼女はここから地上へと引きずり出された。彼女にとって父のいない地上はまるで地獄でした。耐えきれなくなった彼女は我々という人格を生み出しました。学校という残酷な場所で梢に降り注ぐ冷たい視線や心ない言葉を受け止めるための刑、梢を優しく見守り温かく包む母親像の投影としての聖。梢を外部から守るために冷静な判断力と強い力を兼ね備えた亮、そして人格内の秩序を守り争いを諌めるための統括役としての私悟が、彼女、今日は梢の切り札です。心に入り込み地下室での出来事に踏み込もうとする人物を消す、つまり梢の中にあるその人物に関する記憶を全て奪い取ってしまう。全くの他人になる。その通りです。今日が暴走すると梢は何もかも忘れてしまう。なぜあなたは僕を？お前の目には梢が映っていた。その梢は幸せそうに笑っていた。だから私はお前を消さなかった。そう、僕が知ってる梢はいつも笑っていた。そんなに辛い過去があったなんてまるで感じさせなかったんだ。15の頃梢は思い出した。父が愛した写真という存在を。梢はファインダーを通して地上の世界を見る力を取り戻した。それは生きる希望につながった。その時慈しみ愛する心を取り戻しました。その象徴として一番最後に私が生まれたんです。同時に
精神科での治療が済み、彼女の心は次第に落ち着きを取り戻しました。つまり我々は一度いなくなりました。梢ちゃんは地下室でのことは全部忘れちゃったの。梢の抱えきれない過去は私たちが持ち去って心の地下室に